ブラウンラインのデジタルアングルゲージ。トルク管理のための角度締めを行うときに便利に使える道具です。とりあえず1回使ってみます。設定した角度になったら音と光で教えてくれる。普段お使いのラチェットがデジタルアングルレンチに早変わり。これは面白い道具ですね。外観から見ていきます。丸い円盤みたいな形。外径はだいたい 70mm、厚みは 34mm ほど。重量は電池込みで 83g。ボタン3つに液晶のパネル、LED のインジケーター2箇所とスピーカーがついています。裏にはマグネットがついた V チャンネルがあります。冒頭でお見せしたように棒状のものに本体をくっつけて使います。そのチャンネル部分は電池の蓋も兼ねていまして、ソースは単4電池を2本。一般的な充電池 1.2V のものでも駆動はいたします。縁部分には一応ゴムのシールが入っていまして、ある程度の防水はあるみたい。等級についてはすみません、わかりませんでした。使い方はこんな感じ。まずメインのボタンを押して電源をオン。すぐにキャリブレーションが始まりますので、平らな面に置いて終わるのを待ちます。終わるまで触ってはいけません。ぐっとこらえて待ちます。キャリブレーションが終了しますと LCD のバックライトが点灯。これで動かしても大丈夫。使用準備は OK です。ついでプラスマイナスのボタンで目標の回転角度を設定。直感で操作できていいっすね。操作に対する反応も良く、押しっぱなしで数字は素早く変わりますし、細かな調整も行いやすい。こういったデジタル工具製品においてなかなか珍しい、具合の良いインターフェースに感じています。使っていてストレスは全くないですね。その設定に前後して、適当なハンドルに背面の V チャンネルを使って取り付けます。さて本番。工具をネジにかけ、回す方向の遊びを取った状態で中央のボタンを押して測定を開始します。ネジを回していくとリアルタイムに角度が LCD に表示されます。常にバックライトがついてますので暗いところでも大丈夫。目標に近づくと LED と音でお知らせ。設定値に到達しますと緑点灯に連続音で完了を伝えてくれます。音は小さすぎず、ライトは眩しすぎず。本体は自分に向けた状態で使えますので、見えない、聞こえないによる失敗もないでしょう。精度面もなかなか。アナログなアングルゲージと併用してみると、結果はこんな感じ。90度に設定をしてその差は1から2度ぐらい。どちらが正しいともわかりませんが、この差であればどちらを使っても問題はないと感じています。回す向きはどちらでも OK です。時計、半時計、どちらに回しても表示はプラス側に進みます。左ネジにも対応が可能。ただ、途中で切り替えるには再度設定する必要があります。回している途中で逆側に戻すと、ラチェットモードというのに入ります。このモードが便利で、作業の途中、ラチェットで空転をさせても先ほどまで回していた数値をメモリーしてくれます。再びネジを回す方向の遊びを取ってからボタンを押して計測を再スタート。正確に機能しますのでこれは便利ですね。細かく数字を設定して数回に分けてやる必要がなくなりますのでとてもよく使っています。完璧な道具だと思っていたのですが、いくつか気になることも。まず、つける道具を選ぶということ。例えばこれ、ファコムのラチェットですが、V チャンネルの角度が絵に合わないのかしっかりつけるのが難しいです。動いてしまいやすいですね。計測中に動いてしまいますと、たとえ数字が変わらなかったとしても、信頼はできなくなりますから、これと組み合わせることはないです。ついで、ブレーカーとも合わなくはないけども、という感じ。これは単純に、スイベル方向に動かしても角度を検出してしまうためです。こんな感じに、ネジを回している途中で首のフレックス、角度がついてしまいますと、回してないのにネジを回したという検出がされます。
ですから首は固定をしておかないと正確な結果を得ることはできません。また、厳密には首の角度が90度でない場合、三角関数を使って補正をしてやる必要が出てきます。計算自体は単純なのですが、首の角度を測定するのが面倒。スタンダードラチェットや L 字のレンチ、ロッキングのフレックスなど角度が固定できるものとの組み合わせがいいっすね。それから、極力ネジからの距離は短い方が良いでしょう。あまり長いエクステンションは入れない方が良いです。横方向の型はそこまで問題にはなりませんが、縦方向、こっち側っすね。この遊び分で計測値がかなり動いてしまいます。250mm のエクステンションを入れて大きく前後に動かしてみるとだいたい10度分くらいは変化します。慎重に作業をすればとも思いますが、どの動かし方が良くないというのが直感的に分かりにくいので、やはり長いエクステンションとの組み合わせはおすすめしないです。最後に、これが私にとっては結構厄介で、ネジの止まる対象自体が動いてしまうとうまく機能しません。例えば、車のエンジンの何かしらのボルトを角度締めしようとしたとき、結構なトルクをかけることになりますが、面倒な箇所ですとエンジンマウント外していたりするので、ネジを締め付けていくとエンジン自体が大きく動くことがあります。この動き、ネジを止めている本体の動きがアングルゲージの測定値にまで影響してしまうのです。それもどの程度の影響かはわからないというのが厄介。オートバイの整備に使っていても、車体ごとスタンドの上で回ってしまったりするとおかしな挙動になりまして、扱いにくい場面もあるなとは感じております。一般的なこういったアナログなゲージと使い分けていくのが良いでしょう。ただ、使える場合はアナログなゲージに対して圧倒的に楽ということはお伝えをしておきます。ブラウンラインのデジタルアングルゲージ。完璧な製品ではございませんが、これを使うと作業がとても楽になったと感じました。ただでさえナーバスになる角度締めを少しだけカジュアルに。お値段的にも高級なデジタルトルクレンチを買うよりもお手軽です。おすすめな製品となっています。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!